今日は月が綺麗ね。そうだな。月って見てると和やかな気持ちになるから好きなのよね。まあ月見ってのもあるくらいだからな。マリサは月を眺めていて、綺麗な月があって本当に良かった、なんて思ったことはあるの？もちろん綺麗な月が見れるのは嬉しいことだぜ。しかし私の場合は、綺麗な月があって良かったと考えることより、もし月が存在しなかったらどんなことになっていただろう、と考えることの方が多いな。もし月がなかったら、そんなこと考えたこともないわ。もし夜空に綺麗な月が浮かんでいなかったら、なんだか寂しい夜になってたかもしれないわね。確かにそうだな。しかしレイム、もし本当に月がなかったとしたら、綺麗な月が見れる見れない、なんていう話では済まなくなるかもしれないぜ。どういうこと？実は月の存在というのは、現在の地球を成り立たせるためのとても重要な役割を担っているんだ。そう言われても、いまいちわからないわ。一体月がなかったらどんな世界になるっていうのかしら。じゃあ今回は、もし月がなかったら地球はどうなっていたのか、について解説していこうと思うぜ。よろしくお願いするわ。月ができたのは今から約45億年前で、その誕生については様々な説が唱えられている。しかしその中でも、ジャイアントインパクト説というものが最も有力だと考えられているぜ。ジャイアントインパクト説？これは当時の地球に火星サイズの天体が衝突して、引きちぎられた破片が固まって月になった、とする説だ。なるほど、月はもともと地球の一部だったのね。こうやって月は誕生したんだが、もしこの時地球に天体が衝突していなければ、そして現代まで、他の天体とも衝突をすることなく進んでいったとしたら、月のような衛星は地球には存在しなかっただろう。確かにそうなるわね。もしそんな地球があったとしたらどんな環境になっていたのかを、今から考えていこう。レイムは月がもしなかったとしたら、現在の地球とどんな違いがあると思う？違いって言われても、夜に月が見えなくなるっていう程度しか思いつかないわ。まあ急に言われてもそのくらいしか想像できないだろうな。もし月が誕生しなかったら、一体地球はどうなっていたのか。それを知るために、まずは今の地球に対して月はどんな影響を与えているのかを考える必要があるぜ。月が地球に与える要因は、簡単に2つに分けられる。それが、月の引力と、太陽光を反射することで起こる月明かりだ。引力と月明かりがなくなったら影響が出るっていうのはなんとなくわかるんだけど、月の引力っていうのも大事なことなの？むしろ月の引力がなければ、現在の地球の姿というのは大きく変わってしまうことになるぜ。そうなの？まず月の引力がないせいで起こることは、潮の満ち引きの消滅だ。潮の満ち引き？地球上の海では、時間とともに海の水位が変化することが知られている。こんな風に同じ場所であっても、時間によっては陸になったり海になったりする。ちなみに、左のように水位が下がった状態を干潮と言い、右のように水位が上がった状態は満潮というぜ。へえ、こんなにも水位って変わっちゃうんだ。この潮の満ち引きに月の引力が関係してるの？地球に重力があるように、月は地球と引っ張り合いながら地球の周りを回っている。そしてそれと同時に実は、この月の引力によって、地球上の海の水も月に近いところまで引っ張られるんだ。なんだか卵みたいな形ね。この盛り上がった部分に海岸があったら、そこが満潮になり、逆に水が少ないところが干潮となる。そして月や地球が動くことで、この満潮の位置が周期的に変化する。これが、海で満潮や干潮が起こる仕組みだ。へえ、満潮とか干潮ってこんな風に起きてたのね。知らなかったわ。じゃあ月がもしなかったら、この潮の満ち引きは存在しなかったってこと？まあそうなんだが、実は潮の満ち引きは月の引力だけではなく、太陽の引力によっても起こっている。そのためもし月がなかったら、潮の満ち引きは現在の3分の1程度になると考えられているぜ。なるほどね。けど潮の満ち引きがなくなったからって、何か大きな問題でも起こるのかしら。その程度のことじゃ今の地球が大きく変わるとは思えないんだけど、それが実は関係あるんだ。もしも地球に月がなかったとしたら、地球の自転速度は現在の約3倍、1日は約8時間となっていただろうと考えられているぜ。どういうことなの？そもそもの話だが、レイムは惑星がなぜ自転しているのかを考えたことはあるか？そんなの考えたことないわ。もともと惑星というのは、宇宙を漂っていた塵が回転しながら生まれたものだ。そしてこの時の回転は、空気や摩擦のない宇宙空間では弱まらずに、回転を続ける。この止まらない回転が、その後の惑星の自転へと繋がっていくわけだ。なるほど、惑星ができた時の回転が、そのまま現在まで続いているのね。その通りだぜ。しかし、実は地球ができた時の自転速度というのは、現在よりも速かったんだ。そうなの？その自転速度は現在の4倍で、1日は約6時間だったとされている。へえ、そうだったのね。でも、自転っていうのは宇宙空間ではずっと続くんじゃなかったの？なんで今は1日が24時間まで遅くなっているのかしら？それは月によって起こる潮の満ち引きによるものなんだ。どういうことなの？さっきも言ったように、地球上の海は、月の引力によって引っ張られている。しかし地球は常に自転しているため、その引っ張られる場所もそれと共に移動していく。それはそうよね。ここで、一旦わかりやすいように、地球から見るとどんな風に周りが動いているのかを考えると、こんな風になる。地球を固定したら、月と地球の水がぐるぐる回っているように見えるわね。するとこの引っ張られた水は月と共に左回りに動き、海底に摩擦を起こす。
その摩擦によって地球は自転方向とは逆向きに押され、どんどんと自転の速度が遅くなっていったんだ。その結果現在では1日が24時間まで変化してしまっているわけだな。なるほど。じゃあこの月による潮の満ち引きがなければ、1日は6時間のままだったってことかしら。いや、実際には太陽の引力による潮の満ち引きもあるから、自転は少しだけ遅くなり、1日は約8時間になっていたとされているぜ。そうだったのね。1日が8時間なんて全く想像できないわ。そんなに短かったら生活リズムが乱れてしまいそうだし。生活リズムを心配するような単純な問題ではないぜ。どういうことなの？ 1日の長さが8時間だけの地球では、常に暴風が吹き荒れる。暴風？以前の風はなぜ吹くのか、についての動画で説明したことはあったが、基本的に地球上で吹く風の多くには、地球の自転が関係している。つまり、自転が速くなればなるほど、地球上に吹く風はその勢いを増していくんだ。自転が速い、1日が8時間の地球では、常に暴風が吹き荒れる。さらには頻繁にハリケーンが起こり、その風速は時速 300km にも達する。また、海岸に押し寄せる波は風の影響で勢いを増し、現在地球で遭遇できるどんな嵐よりも高くて猛烈な波になる。自転が速くなるだけでそんなことが起こるのね。さらに、月の引力がなくなると地球の地軸にも影響が出てくる。地軸？地軸というのは地球が自転する際の軸のことで、地球の場合は 23.4 度傾いた状態で自転を行っている。この傾いた地球がさらに太陽の周りを回ることで、太陽光の当たる角度が変わって、春、夏、秋、冬などの季節を生むことになるんだ。なるほど。そして実は、月のように惑星の周りを回る衛星の存在というのは、この地球の地軸を安定させる効果を持っている。例えば、地球の地軸はここ1000万年の間に、22度から 24.5 度の間で比較的安定してきた。しかし、大きな衛星を持たない火星では自転軸は不安定で、13度から40度の範囲で大きく変動してきた。もし地球に月という衛星がなかったとしたら、地球の自転軸は不安定で過酷な環境になっていたかもしれない。そんなに自転に対して大切な役割を持っていたのね。けどいまいちわからないんだけど、自転軸が不安定だとどうして過酷な状況になるの？例えば地球の自転軸が仮に90度だったとしたら、北極や南極は、自転によって昼や夜が変わることはなくなる。太陽の方向にある面は一日中日が当たり、灼熱となり、逆方向には光は当たらず、極寒となる。そしてこの昼と夜が逆転するのは、太陽の逆側へ移動する半年後だ。つまり、この地球の南極や北極では灼熱の半年間と、極寒の半年間を繰り返すことになり、生命が存在することすら困難になるだろう。半年間が昼で半年間が夜なんて、過酷すぎるわね。地軸が傾くだけでこんなに大きな変化が起こるのね。それだけ月が安定させている地軸が重要だってことだな。もう一つ重要な月の役割としてあったのが、月明かりの存在だ。この月明かりの存在は、直接的に地球の運動や構造に大きな影響を与えることは少ないだろう。しかし、月明かりは月の引力とともに、地球で育ちうる様々な生態系に影響を与えることになる。一体どういうことなの？では月の引力もなく月明かりもない世界では、一体生態系にどんな影響が出るのかも考えていこう。なんだか面白そうね。ぜひお願いするわ。月のない地球では、常に強い暴風が吹き荒れているため、現在地球に存在する、小さい哺乳類や細い植物などは生きていけないだろう。確かにそうね。暴風の中だったら人間だって生活するのは大変そうよね。そのため月のない地球の生物では、土に食い込む鍵爪が発達したり、幅広くて平べったい体が有利になるかもしれない。さらには強い風によって岩や石つぶてが飛び交っているため、それを守るための分厚い皮が必要になったり、激しい風の中で呼吸するため、強い筋肉や風を守る鼻も必要になってくるだろう。へえ、今の地球の生物とはまた違った、いろんな能力が必要になってくるわけね。そして1日が約8時間まで短くなってしまった地球に合わせるように、8時間をサイクルとして生活するように生物は進化していくだろう。8時間で1日なんて全然想像できないわね。また、地球上には月明かりを利用している生物がたくさんいる。例えばガやハエなんかは、暗闇の中をまっすぐ飛ぶために月明かりを利用している。月明かりを利用？実は昆虫は光に対して、直角に飛ぼうとする性質を持っている。基本的に地上ではいくら動いても月の方向は変わらないため、この月からの光が同じ方向から見えるように飛ぶことで、昆虫はまっすぐ飛ぶことができるんだ。へえ、そんな性質があったんだ。けど昆虫って光に対してまっすぐ寄ってくるんじゃないのかしら。街灯とかに虫が集まってくるのをよく目にするし、それはよくある勘違いだな。実は虫は街灯の光に向かって飛んできているわけではなくて、街灯の光に対して直角に飛び続けようとした結果、街灯に集まってしまうんだ。一体どういうことなの？月の明かりの場合、地上を動いても月からの光は常に同じ方向から来るため、昆虫は常にまっすぐ飛ぶことができる。しかし、街灯などの光を目印にして虫が飛んでしまうと、虫から見た光の方向がすぐに変わってしまう。これによって虫は進む方向がずれてしまったと勘違いを起こし、また光に対して直角に進むように調整する。
これを繰り返していく結果、虫は街灯から離れることができず、回りながら光源へ向かっていってしまうんだ。これによって、まるで虫が光に向かって飛んでいくように見えてしまうんだな。なるほど、あの虫たちは光に向かって飛んでいたわけじゃなかったのね。話がずれてしまったな。つまり月のない世界では月明かりを頼りにすることができないため、現在の虫とはまた違った形の性質を持つことになるだろうな。なるほどね。月明かりって私たち人間にとっては大して大事じゃないようにも思えるけど、意外と大事なものだったのね。まあ今回の解説はこんなところかな。私たちの生活にはあまり関係ないように思える月の存在が、今の地球を作り上げるのにはとても重要な役目を担っていたわけだな。月についてなんてほとんど考えたことがなかったから、今日の話は面白かったわ。地軸の話もそうだったけど、月のおかげで私たちが生きられているって言っても過言ではないのね。まあそうだな。今日もありがとうマリサ。どういたしましてだぜ。ということでそろそろ終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。